これでわかるドミニク・アングル。新古典主義の巨匠アングル。新とつくのはもともと古典派と呼ばれる人たちがいて、その後バロック、続いてロココなどが流行り、またやっぱりルネサンスみたいな絵がいいって言ってできたのが新古典主義で、つまり内容は古典主義そのものです。この後出てくるロマン派のドラクロワと対立関係になります。ラファエロなどの理想を描く古典派と感情や個性などを描くロマン派。この対立はその後30年以上続くことになります。1780年、フランス南西部のモントーバンという田舎町に生まれる。父親は内装業の職人。化粧漆喰、建築、看板書きから音楽まで手広く手掛けていました。アングルはその父親に小さい頃から絵とバイオリンを教わり、どちらも並々ならぬ才能を発揮していました。ニコロ・パガニーニと弦楽四重奏団を結成していたこともあります。フランス語でアングルのバイオリンといえば本格的な趣味を指すようになったそうです。1786年、6歳で小学校に入学したものの、5年後フランス革命のために学校が閉鎖されてしまいます。トゥールーズの王立アカデミー附属学校に入学。1797年、パリに出てジャック・ルイ・ダビッドのアトリエに入門。1799年、エコール・デ・ボザールの前身であるコレージュ・マザランに入学。1801年、アガメムノンの使者たちを迎えるアキレウスでローマ賞を獲得。ローマ賞獲得者は5年間ビラ・メディチに滞在し、国費で生活して絵を描きます。しかし戦争のためにフランス経済は疲弊しており、ローマへの留学は延期されていました。1806年、やっとローマ留学ができるようになりました。アングルはこの年、皇帝の玉座のナポレオンをサロンに出品しますが、評価は散々でした。時代錯誤と言われました。自信のあったアングルは怒り心頭、フランスなんか戻らないと思ったとか。ただ、ローマ賞は定期的に作品を本国フランスに送る義務があります。そして1808年、アングルはオイディプスとスフィンクス、バルパンソンの浴女を送りました。しかし、評価は相変わらず不評。1810年、留学期間の5年間が経ってしまい、アングルはビラ・メディチを出ていかなければなりません。しかし、自分の作品を認めてくれないフランスに帰る気にはなれず、イタリアに留まることを決意します。1811年、留学最後の作品、ユピテルとティティスを本国に送りました。これまた不評。プライベートは充実していて、1813年にはマドレーヌ・シャペルと結婚しています。1814年にサロンにグランド・オダリスクを出品。またもや不評。この作品については動画の最後の方でまたお話しします。1815年、ナポレオンの帝政が崩壊するとアングルには全くコミッションが入ってこなくなってしまいました。アングル一家は生活が厳しくなり、似顔絵を描いて何とか生活します。1819年、アンジェリカを救うルッチェーノを送りました。また不評。この絵はイタリアの詩人アリオスト作クルエル・オルランドの一コマ。アンジェリカが海賊に囚われ、海岸の岩で鎖につながれ、生贄として海の怪物に捧げられるところ。そこにアンジェリカに恋焦がれる英雄ルッチェーロがやってきます。彼の乗っているのは上半身がワシ、下半身が馬という伝説の生き物ヒッポグリフです。ハリー・ポッターの映画にも出てくるやつですね。ルッチェーロは槍を怪物の目の間につきアンジェリカを救う。そして一緒にヒッポグリフに乗って逃げ去ります。このまま2人は仲良くとなりそうですが、アンジェリカには思う人がいて去ってしまいます。ルッチェーロ失恋。1820年、40歳のアングルはローマからフィレンツェへ移りました。フィレンツェで出世作となるルイ13世の誓願を制作します。なんと初めて高評価。この年のサロンにはライバルロマン派のドラクロワがキオス島の虐殺を出品していました。まさに理想を描く古典派と現実を描くロマン派の対立。アングルはロマン派に対抗する新古典主義の継承者として注目されます。
1825年にはなんとレジオン・ドヌール勲章を受章し、王立アカデミーの会員になります。ここから一気に上り調子で、新古典派ダビッドの後継者としてアカデミーの重鎮になります。1841年、61歳の時パリに戻ります。伝説的巨匠の帰還は喜ばれました。1867年この世を去る。グランド・オダリスク。オダリスクはハーレムの女性を意味します。当時オリエンタリズムが流行っていました。未知の世界でちょっと怪しげでロマンチック。妄想が広がる世界。この作品はナポレオン・ボナパルトの妹ナポリ王妃の依頼で作成され、1819年のサロンに出品されました。背中が長すぎると批判があり酷評されます。科学的に分析すると5つほど脊椎骨が多いという結果になるそう。あともう一つ、左足です。この角度で足を組むのは不可能。これもちろんわざとです。同作のデッサンが残っていて、体の比率は正確なものでした。美しいフォルムを強調するためなら手術性も犠牲にする。保守的と言われるアングルですが、こういうところはとても革新的ですね。他の画家も影響を受けています。背中が好きだったんですよね。他にも背中メインで描かれているものがあります。バルパンソンの浴場、トルコ風呂。バルパンソンの浴場を出品したのはまだアングルが認められてなかった時、トルコ風呂は晩年に描かれたので、すでに巨匠になってから、トルコ風呂素晴らしいとなり、やっぱりバルパンソンの浴場もすごかったとコロッと評価が変わりました。似てますもんね。もちろん時代の変化もあるとは思いますが、世間の評価はそんなものなのかもしれません。ちなみに絵はもともと四角でしたが、女性を表すのに曲線がいいと後から丸型に変えたそうです。お疲れ様でした。では最後にアングルの他の作品も見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。